ということで、先ほど大阪・関西空港からターキッシュを使ってイスタンブール経由でモルドバに入国したところです。前回の動画でお話ししましたけど、今からですねウクライナの、キーウに向かいます。でこちらの空港から直行のバスが出ておりまして、陸路で入国することに今回しました。電車が取れなかったんですよね。電車でも行くことできるんですけど、なんでバスで、予約取れましたんで、ウクライナにね今から陸路で入るというお話を今回お届けしたいと思います。すでにバスの予約も完了してチケットも持ってるんで、あとは乗るだけなんですけど、バスの時間がまだねだいぶ先、16時出発のバスなんですよ、空港からね。で今まだ午前中の10時にもなってないんで、だいぶね長い時間ちょっと空港で時間潰さないといけなくて、で街に行ってもいいんだけどね、もうちょっと一泊飛行機の中でしてきて、この後またバスで一泊するんでね、もう体力の限界を迎えそうなんで、ちょっとあまり動かず空港でちょっと外もめっちゃ寒いんでね体調整えてから出発しようかなということで、はい、空港の2階にあったカフェ&レストランきれいめなんですけど、ちょっとここにしようかこっちにしようかちょっと迷ってます。ここの方がなんか座るとこ良さそうだね。全然言葉通じないんですけど、とりあえずラテとちょっと甘いもの、ケーキと飲み物買いました。完全にもうロシア語なんですね。皆さんスパシーバーって言ってたんで、でもねめちゃくちゃ人はいいですね。ちょっと値段も全然分からず今払いましたけど、カードはね全部使えるんで、これはロシアとの違いですよね。とりあえず注文したあったかいラテと、なんかこのバスクチーズケーキみたいなやつとコーラ頼みました。結構値段したわ。今ね引き落とし金額見たんですけど、決済通知1600円ぐらいだった。190だったんですけど、通貨がちょっと何かも分かってないんですけどまあ空港価格でしょうね。ここ多分街中行ったらめっちゃ安いと思うんですけど、もう街中行く予定ないんで、はい、ここで今から何時間もちょっと過ごすんでね高くてもちょっとこのあったかいの飲んでちょっと体力を回復させたいです。残念なのがね電源がない。あっちのもう一個のカフェもなかったですね。皆さんバッテリーでやってますけど、ちょっと痛いな。十何時間14時間のバスで、バスにフェリックスバスにね Wi-Fi と電源あるって書いてあったけど、ちょっと充電したかったな。とりあえず外がめちゃくちゃ寒くて、今気温が1度かな、0度近いぐらいの気温です。11月で、なんで今ヒートテック着て、見た目はね変わんないんですけど、中は冬仕様に変えてきました。でも建物の中はすごい暖房効いてて、なんかモスクワを思い出すような雰囲気がありますね。多分ロシア行ったことある人だったらね、このモルドバがいかにロシアっぽいかっていうのが分かるんじゃないかな。人々もそうですし、なんか作りとか、それよりも若干こう西側寄りになってる感じはするし、人々がねもうなんかあの時のロシア人の優しさを思い出すぐらいみんないい人たちが多いですね。あと飲み物とかもでかいっていうのが、彼らすごい食べますからね俺にちょうどぴったりだ。美味しい。十何時間も移動してきて疲れがもうやばいですね。さらにここからバスですからね、合計で30時間2泊分ですね。もうベッドに寝ることもできずひたすら移動なんでね、結構しんどい。もう35歳には結構きつい移動かもしれない若いうちにやった方がいいっていうのはこういうことですよ。モルドバの名物でも何でもないと思うけど、普通にチーズケーキうまそう。予想通りの味。チーズケーキだ。バスクチーズケーキ超美味しいわ。マックとかねスタバがあるかなと思ったんですけど、この空港にはこのカフェ2つしかないんですね。なんで食料はねある程度ちょっと持ってきてるんですよ。今回お菓子とか長距離移動があるんでね、水とかも一応飛行機でもらったやつとか飲まずに持ってるんで、途中なんかバスが休憩に止まるとは思うんですけどね。過酷ですね。この後一応順調にうまくいけばウクライナ入国まで終わって、キーウのね街でホテル取ってるんですよ。 IHG のホリデーイン予約してあって、ロシアにもあるんだけど経済制裁されててね、この西側ブランドのものは全て排除されてるんで、外資系の、チェーンホテルとかっていうのは一切営業してないと思うんですけど、ウクライナはねそんなことなくて、マリオットもヒルトンも IHG もやってて、でやっぱりまだね人はなかなか来ないっていうことで安かったんですよね。でそのホテルに到着するところまでは今日は
この動画でお届けできればなというふうに思っております。であとね、なんでウクライナに私が今から行くのかっていうのはね、前回の動画でも少し話したと思うんですけど、ツアーがねあるんですよ。私がどうしても行きたいと思ったツアーが、それに参加するために今回行くんで、キーウのね街も見たりは多少しようと思ってるんですけど、メインはねそのツアーに行くことで今回、短期滞在で入ることにしました。Oh, my friend, hi, how are you? Yeah, no thank you. Hey, hi, Moldova here. I'm Japanese. Yes, Japan. Japan. Oh, I'm Moldova. Hey. Oh, I'm Benjamin too. You? Benjamin. Yes. My name is Ken. 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 You my Ken. ということで歯磨きもしたんで、もうバス乗り場、フィリックスバスのね、専用の停車場があるらしいんで、そちらに移動します。もうめちゃくちゃみんなフレンドリーなんですよね。ネットで調べてたら、モルドバはねかなりヨーロッパの中でも親日国、ソ連がね崩壊してモルドバが独立するってなった時に、日本が一番最初に国連で支持をしたらしいんですよね。なんで、当時のモルドバの大統領とかが日本に対する恩は一生忘れてはいけないっていうことで、日本人はね、基本的にはどんなことがあってもビザなしで入国させるっていうふうになんか言ったとか言わないとか、そういうことがあるみたいです。なんで対日感情はめちゃくちゃいいです。そこまで気にしなくてもね旅行中いいと思うんですけど、そういう背景があるっていうことはさっきネットで知りました。フィリックスバスのねアプリをダウンロードしてる方ならね、使ったことある人なら分かると思いますが、チケットを買うとですね、どこの乗り場だよっていうのが表示されて、で Google マップのねリンクも出るんですよね。で空港目の前のガソリンスタンドのところにあるバス停がフィリックスバスのウクライナ行きの乗り場らしいんで、ちょっとまだ早いんですけどもう行っちゃいます。でガソリンスタンドにねコンビニあるんで、そこで飲み物とか買った方が多分空港より安いんじゃないかな。もともと物価は安いけど、さっきのカフェは高かったけどね、高いと言っても払えない額ではないですよね。すぐ食べれることを優先したら全然問題ないと思います。なんか久しぶりに旅してる感がありますね。自分でもなんかそんな気がするわ。みんなこういうの好きなのかな。多分視聴者の人たちはこれから私がね、もう今だいぶ体力がない状態なのに、日本最長バス博多号をね超える、乗車時間をね誇るバスに乗ってウクライナにしかも入るということで、楽しみにしてる人もいるかもしれないけど、俺は本当に気が重いですよ。空港の入り口にはこんな感じで飛行機が置いてありますけど、ソ連製の飛行機ですかね。モルドバって書いてあるけど、あれかな、政府専用機だったやつが置いてあるのかな。なんかすでにもうバス止まってますね。反対側もあるからな、どっちなんだろうな。フィリックスバスといえば緑色のバスですけど、会社が違う可能性もあるしな、運行してるのがちょっと聞かないと分かんないな。でもこのバスキシナウからキエフって書いてあるわ。スカニアのでっかいバスですね。今いろいろ教えてもらったんですけど、ここのバス乗り場でキエフ行きが出るのは間違いなくて、この次のバスだそうです。で個人でチャーターして、友達とか家族で行くと、予約するとこういうバンを貸し切って、直接行けるということで、そっちの方がもしかしたら割れば安いのかな。その勧誘もやってるみたいですね。だから乗らないかみたいなこと今言われましたけど、もうバス予約したって言ったら OKOK っていう感じで、勧誘はねしつこくないですね。で今言っちゃったけど、ここにいたおじさんたちがすごい親切にね教えてくれて、でシーメンスって分かりますかね。シーメンスって会社の人たちで、日本にもね滞在したことが1年ぐらい仕事で行ったことがあるって言って、今すごいな日本人だって言って今握手されました。何人かは聞かなかったでも英語でしたね。めっちゃいい人で、ここね俺が立ってるだけでもすごい話しかけてきますね。皆さんなんかこれぞ東欧って感じだわ。なんか最近もうガヤガヤしちゃって高くなっちゃって観光客いっぱいでっていうイメージだけど、この人懐っこさと親切さと、ロシアもそうですけどすげえ楽しい。今めっちゃいい人たちばっかり。話しかけてくるおっちゃんたちにキーウは安全なのかっていうのね、セーフティーなのかって今聞いたんですけど、アバウトセーフティーって言ってました。これねアフリカの時もそうだった。なんでそこまで気をつけなくてもいいけど、ちょっと危ない時もあるみたいな感じぐらいだと思います。結構ね持って話す人が多いんで、危ない時はもうマジで危ないって言うから、そうじゃない時は多分ねアバウトセーフティーっていう人が多い気がする。次のバスがねどんなバスかちょっと分かんないんですけど、このスカニアのやつだったらめっちゃでかくて広いですよ。これちょっと座席の感覚はどうか分かんないですけど、乗ってみないと。超巨大バスですね。
さっきのシーメンスで働いてるっていうおっちゃんが今またここに来て話してたんですけど、どうやらウクライナ人で今オデッサに家があって、で2年ぶりに家に帰ると。でそれは安全になったから帰ると言ってました。でオデッサからキエフまで600キロ離れてるけど、何かあったら言ってくれって言われたんですけど、電話番号とかは聞いてないんですけど、日本に滞在した時の思い出が一番良かったって言ってました。この僕にも分かりやすい丁寧な英語で言ってくれました。超いい人、ウクライナ人でしたね。あれなんですね、仕事で国を離れてた人たちも今結構戻ってるんですね。あの人は2年ぶりにオデッサに行くと言ってましたんで、家に戻ると言ってました。で今回もね、いろいろある程度自分で調べた中ではかなりいけるんじゃないかなというふうに思ったのと、外国人向けツアーっていうのが再開したっていうのをね聞いたんで、後で話しますけど、それはだったら行ってもいいんじゃないかなと思ったんで、行くことにしました。ちょっと見えづらいんですけど、黒のパジェロの裏にね赤いガソリンスタンドがあって、あそこにコンビニ入ってるんで、もしなんか食べ物飲み物がちょっと不安だっていう人は買った方がいいですね。ちょっと自分はもう水とか持ってるんで、ちょっと今回は行かないですけど、なんで結構いい感じですね。空港からも歩いてこれますし、今ここにいるお兄さんも今話しかけてきて YouTube チャンネルやってるって言われて、で見せたら登録して楽しい旅行にしてねって言って、この人はモルドバ人だそうです。今なんか友達が迎えに来るの待ってるみたいで、みんな話しかけてきますね。すごいな、モルドバすごいかもしれない。なんかいるんですけど、バス停のとこに犬なんかな、動いてるから生きてると思うんですけど、野良犬かな、なんか猫みたいに見えるけど、なんかでかいな。ということでフィリックスバス来ました。懐かしい。すごいですね、ウクライナまで今走ってるなんて。ちょっと通過してね、目の前のバス停を奥の方に行っちゃったんですけど、これですね。それでは今チェックインが終わったんで乗ってきますけど、ちょっと残念なお知らせ。自分でね課金して座席指定したんですけど、なんか違う座席のことを案内されたんですけど、なんでって聞いたけど、なんかちゃんと回答もらってないんですけど、俺せっかく隣にいないように座席指定したのにな。ちょっとやだな、14時間乗るのに。それでは乗り込みます。ということでバスに乗り込みました。今パスポートにねなんかシール貼られたんですけど、これ10の C だよっていうことで、あと荷物にも連動してるんですけどね、多分入国の時にあるんだと思いますけど、自分はね前のね2の C を選んでたんですよ。でフィリックスバス乗ったことある人ならね分かると思うんですけど、前方がね、課金した人たちの席で、後ろがねなんか自由席みたいな、これ今なんか10の C って案内されましたけど、で前の席取ってる人たちは隣にね、満席だったら別ですけど課金してない人は来ないんで、それで、3ユーロぐらい追加して払ったんですけどね、ちょっとなんか納得いかないですね。だいぶ今粘って聞いたんだけど聞いてくれなかったです。理由は全くわからない。多分ここ始発駅だからね、お客さん乗ってないけど多分いっぱい乗ってくるんだと思うんだよね。で下にトイレがあって、で USB とかいっぱいここにもあるんですけど、ちょっと何分照明が1個もついてないんで暗いんですけどね。いやーちょっと課金したのにな、それだけちょっとおそらくねキエフ行きのバスはあれだけ本数出てて乗る人多いからだと思うんだよね。働きに行ってる人たちとかが往来してると思うんで、いいや、もうこれも旅の醍醐味だと思って、隣来ない可能性もありますからね。ちょっと行きましょう。あとね乗る直前でいろいろ調べてたら分かったんですけど、このバスはねオデッサに最初に行くみたいです。なんでモルドバを出国してウクライナに入国したらオデッサに行って、それが割と近いんですよね。ここからバスで3時間ぐらい、そこからずっと上にベラルーシ方面に向かってキエフに行くっていう感じ。そこがすごい長いです。でさっきのシーメンスので働いてるというおっちゃんが600キロ、離れてると言ったんで、そこが多分夜中ずっと走っていくっていう感じじゃないかな。すごい長旅ですね。これぐらいガラガラだったら余裕なんですけど、ちなみにね座席はねすごい硬いです、この路線モルドバから
ウクライナ行くやつ、他の国に行くやつもね、3列シートとかそんなバスは存在しません。全部4列ですね。このバスはあと Wi-Fi もあるんですけど、なんとね、見えるかな、スターリンクなんですよ。これめちゃくちゃ速度速い、今話題のやつですよ。衛星 Wi-Fi ってやつ。すごいね、フィリックスバススターリンク搭載してんだ。これちょっとすごいと思いました。 YouTube もね、超サクサクに見えるぐらい速いです、速度が。パスワードとかも一切なく、スターリンクを押したらもう Wi-Fi つながりました。すごいね。今速度測ってますけど、上りが140以上出てますね。バスの Wi-Fi としては爆速なんじゃないでしょうか。下りが21とかかな。でも動画のアップロードもできるぐらいの、 YouTube ライブもできるぐらいのあれですね。すごくないですか140、動画見る分だったら全然早いですね。これがフィリックスバスのアプリなんですけど、私が予約したね、チケットの画面なんですが、16時20分に、キシナウエアポートから出発して、バスの番号は、3292番というバスで、最終目的地がキーウのバスセンターまで行くやつですね。で、座席が2の C で、これがなんかよくわからない状態になってて、なんか10の C になってました。で、3ストップスって書いてあるんで、最初ね、オデッサですね、9時20分に着きます。なんであと4時間5時間はかかるのかな。でこの間にねイミグレーションがあるんですよね。なんでイミグレ受けてウクライナ入った後にオデッサのバスステーションに行って、でもう1個泊まって、2個泊まるんかな。で朝5時には、キエフに着くっていう感じだけど、多分遅れると思う。ということで出発時間も11分、過ぎてますが、今、ドアが閉まりました。12人ぐらい乗ってる、10人ぐらいかな。満席ではないです。ただ途中から乗ってくる可能性があるんで、多分とりあえずこのままオデッサまでは行くんじゃないかな。ウクライナ入国はこのメンバーだけっぽいですけどね。ウクライナ入ってからキーウに行く人たちが乗ってくるのかもしれないですけど、この状態で行くんであれば結構楽ですね。全然人乗ってないんで、そうであってほしいとちょっと思ってますけど、多分ねフィリックスバスが一番安いんだよね。最安だったから自分も取ったんですけど、みんなこれに乗ってくるかもしれないですね。ということで16時35分、空港の前からウクライナキエフ行きのバスが出発しました。これからすごい長い旅になります。私は昨日関西空港を夜に出発してから、飛行機の中でちょっと寝ましたけどだいぶ精神的にも体力的にもやられてるんですけど、これからウクライナの入国と長距離移動を頑張りたいと思います。ようやくね今回の一番のまず山場ですねに入ります。ちなみにバスのね乗客ほとんどウクライナ人かモルドバ人かっていうところだと思いますけど、アジア人は私一人だけです。ただね見送った最初のバスにはね中国人が10人ぐらい乗ってました。中国の人もウクライナ来てるんだと思ってね、そう結構なんか不思議な感覚になりましたね。なんかロシアの側に立ってるようなイメージがあったんで、フィリックスバスはね過去何度かヨーロッパで乗りましたけど、トイレはついてるんでね、そうだから最悪困るみたいなのは防げてるんで、汚いかどうかは別ですけど、あとさっき説明した通り Wi-Fi がスターリンクだったんですごいと思いました。今信号待ちで止まってるんですけど、結構ね綺麗なスーパーマーケットがいくつかあって、バスも多分途中でねなんかスーパーマーケットとかに止まってトイレ休憩とかあるとかありましたけど、夜はちょっと分かんないですけど、すごいおしゃれな感じで、もうヨーロッパ感がすごいありますね。当たり前ですけど。照明が消えましたね。結構モルドバ道の状態がねあんま良くなさそうでした。空港の近くも砂利とか舗装されてないところあったんで、ヨーロッパ最貧国なんで予算的にも厳しいのかもしれませんね。
結構日本が支援してるはずですけどね、いろいろ揉めてるんですよ、この国はね。調べたら分かると思うんですけど、いろいろ大変な国のね一つでもあるんで、仕事も全然ないみたいですし、で隣がやっぱりウクライナで大変だっていうのもあるしね。この国に関しては普通に旅行はね全く問題なく来ることはできます。モルドバはね。時間は16時41分ですけど、もう真っ暗ですね。基本的にやっぱり冬の時期のヨーロッパは日が沈むのが早いんで。ということでほとんどちょっと映ってないと思いますけど道もめちゃくちゃ悪いですし、街灯のね電気すらついてない道をひたすら結構スピード出して走ってますね。すごいな。やっぱ電気もあんまないんかな。明かりが全然ないですね。10 хвилин максимум у вас в туалет перекурить і зразу заїжджаємо. はい、ここから今からあれかな、国境かな、ドニエストル共和国っていう未承認国家があるんですけど、モルドバと揉めてる、そこに今から入るのかな、一回。とりあえず今外に出ました。この先がイミグレーションですね。とりあえず今からモルドバの出国があるみたいで、今またバスに乗りましたけど、外のねこれが白い建物がトイレで、多分しばらくトイレ行けないんじゃないかな。トイレ行くように言われて、でこのゲートくぐって中に入っていくとモルドバを出国になるみたいです。イミグレーションあると思います。でその後にドニエストルかな、合ってんのかな、ちょっと分かんないんだよね。Google マップに出てこないんですよ、未承認国家だから。で今聞いたけどよく分かんなかった。一人ねなんかカザフスタンの女性がいて、若い女性がで英語が喋れたんで聞いたんですけど、多分そうよみたいな感じなんで、みんなよくわかんないな、よくわかんないまま行くわ。今気づいたけど今日モルドバね入国したんですけど、空港からスタンプがねなんかビシャビシャになってるんですけど、多分インクつけすぎてこれなんかわかんねえぞとか言われたらどうしよう、なんか心配になってきたな。なんか日付もちょっともうこれじゃわかんないですね。今気づいた、マジでやばい。今6時37分なんで、4時半に出て2時間ちょいぐらいでこの国境のとこに来ましたね。それではイミグレーションのゲートをくぐってます。ちょっと反射しちゃってて映らないんですけど、今入ってますね。今映しそびれましたが免税店がありました。今これ並んでる人たちですね、車で来た人たちの、気温は4度ですね。今ですねイミグレーションのスタッフの方、警察官ですけど中に入ってて、パスポートを全員分回収していきました。その時に顔と名前、副賞があって間違いがないか確認があっただけですね。このままであればスタンプをしてもう終わりだと思います、出国はね。この後のウクライナがさっきも言った通りロシアのスタンプがあるんでね、それがちょっとどうなるかっていうところですね。あれから1時間以上が経ちましたけど、まだねパスポート返ってきてません。で2人のお客さんがね呼び出されて、その人たちが多分なんか別室かなんかに多分連れてかれてると思うんですよね。自分もねその可能性あるんで、ちょっと怖いですね。自分もその可能性がある人間なんで何とも言えないんですけど、その人たちのあれでみんな待ってるっていう感じで、結構ねピリピリモードがちょっと伝わってくる感じが多少あります。そうだからまだモルドバ出国でこんだけ時間かかってるんで、ウクライナ入国でさらに多分もっとかかるのかなと、もしかしたらね。そしたら俺が遅かったらもうすごいピリピリモードになっちゃうかもしれないですね。ということで20時過ぎました。1時間半以上経ったんですけど、今ねパスポート返ってきまして、なんとねもうウクライナの入国のスタンプまで押してあります。上の2つがモルドバの入りとでなんですけど、もう
ウクライナ、はい、これで終わりですね。イミグレーション何も聞かれないっていうか、出ることなくバスからスタンプだけ押されてもう完了しました。これちょっと予想外だったな。もうここで一括で全部やるってことなんだね。全然なんか違ったな、想像してたのと。入国が終わるんですね。これなんか他のブログの記事とか、ね、体験談とちょっと話が違いますね。もうじゃああっさり終わっちゃいましたね。いろいろ覚悟してたんですけど、はい、もうこれで終わりです。ウクライナ、はい、入国完了って感じで、はいすごいね。ロシアのスタンプあったけど言われなかったね。まあ出国する時にまたあるけど、とりあえず入国はもうこれで終わりですね。ということでバスが動き始めました。ここに乗っていたねご夫婦の方がすごい時間かかってて、で結局戻ってこなかったです。なんでダメだったかもしれないですね。でも荷物積んだる気がするけど大丈夫なんかな。もうバスは先に進むんですね。税関審査とか荷物のチェックとかないのかな。このままもう何もなしで行く感じなんですかね。全然ちょっと勝手が分かんないですね。今までのパターンだとバスを降りて荷物の検査とかありますけどね、普通だったら。今 Google マップで確認しましたけど、完全にウクライナの中入ってますね。オデッサの方に向けて走ってるのはもう間違いないですね。はい、なんであれで終わりだったんですね。それでウクライナの中に入りましたんで、アハモがね使えるようになりました。モルドバがねアハモダメだったんですよ。対応してない国だったんで、eSIM でやり過ごしたんですけど、オラフライので、今もう検問所を通過してからはアハモががっつり入るようになりました。それであれから1時間ぐらい走りまして、今オデッサに入りました。路面電車も走ってるんですね。全然街ですね。モルドバより全然都会ですね。ということで時刻は9時、4分。バスの今明かりがつきました。でオデッサで一回止まりますね。お客さんが乗ってくるのかもしれません。降りる人も多分いますね。もうウクライナに入ってるっていうのはすごいですよね。もう自分も今ねもう寝不足すぎてぶっ倒れそうです。はい、これ今オデッサのバスターミナル到着しました。ちょっと外出ましょう。ということでオデッサのバスターミナル、今外出ました。今ちょっとタバコ吸ってますけど結構人がいますね。ちょっと暗いんでね、やっぱ全体あんま映んないんですけど、とりあえず今停車中です。すいません、音が聞こえるでしょうか。あれです。対空砲ですね。戦争がすごい、こんな近くで。わあ、すごいな。ちょっと衝撃です。今かなり近い距離でミサイルの攻撃を夜間で急に始まったということで、バスがね動かなくなりました。もう出発時間なんですけど、ここは安全な場所らしいです。わあ、すごい。うわあ、すごい、やばい。かなり距離が近いです。うわあ、今見てもらったと思いますけど、対空砲とあとミサイル防御システムかな、それで今ミサイルを撃ち落としているということで、音とね
迫力がちょっと花火なんかと比べ物にならないぐらいすごい大きい音でした。ただね、やっぱりウクライナの人たちは別に普通って感じですかね、で私みたいな外国人の人たちはみんな今動画を撮ったりとか外に見に行ってたんですけど、なんかこれぐらいでみたいな感じの笑ってる人もいるし、全然大丈夫だっていう感じらしいです、この温度差がすごいなと思いましたね。かなり近かったんで、とりあえず今バスは動かずに収まるのをちょっと待ってましたね。それだったらあんま大丈夫じゃないような気がするけど、目が覚めました初めてです、こんなのすごいね。覚悟はしてきてたけど、オデッサはねかなり安全だって聞いてたんですけど、そうなんだね。すごいところに来たなって感じがしますね。とりあえずバスは、動き出しました、キーウに向けて、出発ですね。このまましばらく3時間ぐらいは走ると思います。ちょっとさっきね衝撃的すぎて本当に大丈夫かなって感じはするんですけど、皆さんはかなり冷静です。それで今バスがガソリンスタンドに止まりまして、トイレ休憩、こちらのコンビニの前に止まりました。今水を買いました。めちゃくちゃ寒いですね、さっきより寒いわ。こんな感じです。今は2時を回ったところですね。あと予定では3時間ぐらいでキーウに着くんですけど、ちょっと遅れてると思うんでもうちょいかかりそうですね。昨日の夜22時ぐらいに関西空港を出発して、すでに30時間ぐらい経ってしまいました。本当にね時間かかりますね、キーウまでは。もうちょっとお尻がね爆発しそうで、このバスの座席が特に硬いので結構ね大変できついですね。もう早くホテルに行きたいなっていうのが正直なところです。でとりあえずね睡眠も全然はっきり言って取れてなくて、さっき3時間ぐらい寝れたと思います。対空砲とかミサイルの、迎撃しててすごい音が鳴ってた時、であれから3時間ぐらい寝たかなっていう感じです。今ここの辺はそういったことも全くなくて静かで、とにかく寒いっていう感じですね。ということで5時11分ですね、キーウセントラルバスステーションに到着しました。すごいな、時間おおむねほぼぴったりですね。5時と到着だったんで、着きました。長かった。ということで改めてキーウセントラルバスステーション到着しました。今ちょっと雪が降ってますね。長かったですわ本当。だいたい14時間ぐらいかかりましたか。14、15ぐらい。東京博多を結ぶ博多号と、最長バスとね同じぐらいの時間がかかりました。お客さんはね満員ではなかったのでまだ楽だった方かもしれません。バスも大きいですしね。ただ座席はちょっとね硬かったんですけど、でもだいぶ疲労困憊しました。ようやく首都のキエフに入りました。とりあえず今からねちょっとなんとかしてホテルの方に移動したいと思います。寒いです。今雪降ってます。雪がちらちら降ってるの見えますでしょうか。日本人っていうだけでめちゃくちゃ話しかけられるんで、これはこれちょっと面白いですよ。今後ろのおっちゃんたちもね、お前はどこから来たんだって言うから、日本って言ったらもううえーいって言って抱きつかれますし、お前はなんで日本から来たんだ、お前はマフィアかって、マフィアっていうのは日本でなんて言うんだって言うから、ジャパニーズマフィアイズヤクザって言ったら、おーヤクザウェーイみたいなハイタッチとハグをされました。この絶妙にこうノリがいいというか、テンションがこの朝早いのにめちゃくちゃテンション高いのも面白いですね。とりあえずホテルに移動しましょう。クソ寒いです。とりあえずバスターミナルの中にねお店とかもあるし ATM あったんで、ちょっとお金下ろそうかな、ウクライナの通貨を。でウーバーもねヤンデックス GO も使えるんで、ヤンデックス GO っていうのがこの旧ソ連圏で使えるウーバーみたいなやつ、両方今見たらカード決済で呼べるんで、ホテルまでね、ここから2キロぐらいなんですけど、タクシーでウーバー呼んじゃおうと思います。ということで
ロシアと違ってクレジットカードとか全部使えるんでね、もちろん、なんでそこは苦労しないかなと思います。お金もね、両替所も街行けばあると思うんですけど、ちょっとワイズかなんかで必要な分だけ下ろそうかな。とりあえず今 ATM で最低限のお金だけちょっと下ろしました。ウクライナの通貨がフリブニャっていう通貨なんですけど、1フリブニャ今日は 3.79 円でした。で今2000円だけ下ろしたんで、7000円ぐらいかな。もしかしたらこれだけあれば足りるかもしれないけど、あとは基本的にクレカで払っていけばいいんで、今ワイズで下ろしたんですけど、手数料が30なんで100円ぐらいかかってるのかな。両替所この中ないし、いいんじゃないですかね、これで。はい。とりあえず2000円だけ下ろしました。それでバスターミナルの目の前にマクドナルドがあって、こちらにはケンタッキーもあります。で、今めちゃくちゃお腹空いたんで、ちょっとウーバー、呼ぶ前にちょっとマックで朝ごはん食べようかなと思います。どっちみちホテルね、チェックインできないかもしれないし、こんな早くね、荷物を置くだけになる可能性ありますんで、そんな急いで行く必要もそこまでないと。早く休憩したいですけど、ちょっと腹ペコなんでマック食べますわ。キーウセントラルバスステーションめっちゃいいですね。中お店もあるし、24時間マックあるし、最高です。マック24時間じゃなかったですわ。朝7時からだった。でも見てください、この先進的なもうどこのね、西側諸国と変わらないぐらいのこのクオリティですよ。ロシアではマック食べれないですからね。ちょっとまた諦めますわ。じゃあホテル行きますわ。ということで配車完了しました。あと5分ぐらいで来るそうです。ここが乗り場というか、ウーバーとかね、タクシーとかの乗り場ですね。多分ちょっと高いかもしれないな。今これで1200円ぐらいだった。距離、2.5 キロなんだけど、ただ高いね。だけど多分なんか地元の人はもっと安いアプリがあるはずです。ちょっと分かんないんで、とりあえずもうウーバーで行きます。確実に行けるやつで。ということで到着しました。ちょっと暗いですけど、ホリデーインキエフ。チェックインできるかな。ちょっとできなさそうだよね。まだ朝6時前ですけど、してくれたら神ですよね。でもできればもうベッドに入りたい。シャワーも浴びたい。2日間も全くね、シャワーも浴びず移動だけできたんで、寒いです。行きましょう。ウクライナ入ってから思ったんですけど、ホテルとかもね、結構明かりがついてないんですよね。ただやってはいるんですよね。でも中はホリデーいいんだ。ということでチェックインの完了いたしました。こんなにまだ朝6時ですよ。早いのに部屋に入れてくれました。しかもアップグレードもしてくれた。でも受付のお兄さんもね、もうニコニコで嫌な顔一つせず、もう泣きそうになったよ。普通だったらね、こんな朝早くちょっとみたいなあるんですけど、いや部屋に行けるのありがたいっすわ。今回9階の部屋かなですね。今回ね、IHG 系列のホリデーインです。世界的、チェーンホテルですけど。で、キエフね、安かったです、ホテルが。マリオット系もあったんですけど、今回 IHG にしました。で、1泊だいたい1万円ぐらい。で、朝食も、ステータスで無料になるのと、あと2000ポイント1泊ごとにつくっていうプランだったんで、それを選びました。で、エグゼクティブなんちゃらっていう部屋になりましたけど、ちょっとわかんないです。はい。アップグレードされたみたいです。もうどんな部屋でもよかったです。こんな状況なんでね。でも、してくれたんだ。いやー、めっちゃちゃんとしてるわ、ホテル。すごい、綺麗です。はい、ここですね、903。2日ぶりに部屋で寝れる。ということで、部屋に入りました。素晴らしい。あったかい。外すごい寒かったから。ベッドめちゃでかいね。これキングサイズベッドですね。はい。お水も4本あるし。はいはいはい。十分すぎますね。普通のホリデーインより広いと思うな。やっぱりエグゼクティブフロアだからかな。あとは、洗面所、トイレ。アメニティはね、ないですね。ヨーロッパなんで。で、トイレと、でかいバスタブ。
はい、もう文句はありません。いやー、なんとか着きました。日本の大阪関空を出発して30時間以上。なんとかウクライナのキエフにね、到着できて、まだ6時過ぎですけど、ホテルも入れて、ほんと疲れた。久しぶりに、ここ最近で一番疲れました。モルドバからのね、バスがね、めちゃくちゃ長かったんで、正直心折れそうだったんですけど、ここのね、キエフに来るまでがすごく長く感じました。ただ、皆さんすごくいい人が多くてですね、まあ、ロシア行った時も思ったんですけど、本当にいい人が多いんですよね。だから、それに支えられた感じはあります。で、入国もまあ、ちょっと時間かかったんですけど、特に、ね、どこに滞在してどうするんだとか、なんかそういう質問とかもなく、ただバスの中で待つだけだったんで、これがちょっと予想外だったですね。ロシアのスタンプのことも聞かれなかったですし、あとはオデッサという街で、ね、生まれて初めて生でね、いわゆる戦争の状態、対空砲バンバン空に撃ってたりとか、ミサイルをね、迎撃してたりとか、そういうのを目の当たりにしてすごくびっくりしました。まあ覚悟はしてきてましたけど、まあでも、ウクライナに住んでる人たちはすごく冷静で、バスの運転手もとりあえず今は、安全のために止まってるみたいな話はしてたけど、まあ問題ないと言ってましたね。ノープロブレムって言って安心しろみたいなことを言ってたんで、みんな騒いでたり、写真撮ったり動画撮ったりしてたのは多分外国人だと思います。ウクライナの人たちはすごく冷静に、それをタバコ加えながら見て、おーとか言ってるぐらいでした。で、街に来てもね、まあ、その軍の人がたくさんいるのかなと思ったけど、まあ今、夜だったんで、わからないっていうのはあったかもしれませんが、なんかそんな厳戒態勢っていう感じではなく、空襲警報もまだ今のところ一回も聞いてないですし、で、ホテルもこのようにね、普通に営業してるし、お店は全然普通にやってます。で、こういうふうに、普通に外国人来ても、チェックインもね、他の国と変わらず超スムーズ。で、クレジットカード、アメックスでも支払いしたんですけど、問題なくできました。だからこの点はね、やっぱり、ロシアに行った側の人間からすると、全然、楽です。はっきり言って。で、今回ね、私思ったんですけど、一応今でもロシア行けるんで、ビザ取ればね。で、ウクライナの方が外務省の危険レベル4で、ロシアよりも多分高いと思いますけど、はっきり言ってロシアより全然ウクライナの方が、もしかしたら安全で、スムーズで、いろんな、拘束されるリスクとか考えたら、全然ウクライナの方が、むしろ安全なのかなって思ったりしました。これは私の個人的な見解です。まあ、日本の皆さんはほとんどね、海外旅行、海外に出る人が、先進国の中でも非常に少ない国で、メディアの情報、まあ、ここ最近は、皆さんね、ネットで、判断されてると思いますけど、基本的に一方通行なメディアの情報だけをね、信じて、盛られててもね、信じちゃう人がいるんで、現実と大きく違うっていうのが、で気づいてる人は最近気づいてると思いますけど、多い中でね、やっぱり、全然、来てみた感じと、話を聞くだけとでは違うのかなと、はい、思いました。私がなぜウクライナに来たのかっていう、まあ、お話を、この動画の最後にすると言いましたけど、明日ですね、ツアーを申し込んでおりまして、そのツアーっていうのが、チェルノブイリというね、世界で、最悪の原子力発電事故が起きた街があって、まあ皆さん知ってる人多いですよね。で、そこに行くツアーっていうのがもともとあったんですけど、今立ち入りしてもね、そんな放射能がっていうのはもう、だいぶ安全にはなってるんですけど、ちょっとね、この戦争が始まって、一時期ロシア軍に占領されたとかで、行けなかったんですけど、自分でネットで調べてたらね、ここ最近で外国人の人向けのツアーが再開したという、ことを知りました。で、外国人ツアーが再開してるってことは外国人受け入れてるってことじゃないですか。で、このツアーっていうのは、ウクライナの国が管理してやってて、まあ、実際に、オペレーションしてるのは旅行会社ですけど、国がやってる、ツアーなんですよ。国がやってる外国人ツアーを、参加できるということは、まあ多分もしかしたら僕のこの動画にも、こんな時にウクライナ行きやがって外国人は行っちゃダメだっていう人いるとは思うんですが、まあそれはちょっと置いといて、まあそういうツアーがね、もう販売されて、いろんな国の人がもうすでに参加されてるので、私もね、まあ、普通の、この今ね、自分で来た通りの、王道な感じで、行こうと思っておりまして、もうそのツアーに、
申し込んで、もう支払いもしてあります。で、撮影許可のね、申請とかもそのツアーの人がやってくれてて、もう全部込みでお金も払ってあるので、明日朝一なんですけど、それのキエフから3時間ぐらい車でね、まあ皆さんと団体で行くんですけどね、そのツアーに参加して、チェルノブイリの街がどういう風に今なってるのかっていうのをちょっと、自分がどうしてもウクライナ来たら行きたかったんですよね。もちろんキエフの観光もちょろっとはしようと思いますが、今回一番のメインはチェルノブイリに行くことなんで、その様子をね、次回の動画でお届けしたいと思います。今回はこんな感じで、一旦動画終わりたいと思います。引き続き次回はチェルノブイリ、のツアーの様子をお届けします。ご視聴ありがとうございました。